皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画ではアメリカ覇権時代の終焉について触れていきたいと思います。経済や金融の動向については専門用語があまりに多く、素人の私たちには理解に苦しむことが多いのではないでしょうか。クレクレスミスの破綻で一躍脚光を浴びることになった AT1 債というのも必死で理解してみると語弊はありますが、ただのイカサマをそれらしき専門用語で武装しているだけに思えるのは私だけでしょうか。こうして情報収集を続けて思うのは、過去の歴史も今も何気なく使っているお金も全て嘘だらけということです。そしてそのデタラメな世界においていつも翻弄されて生きているのが私たち庶民ということであり、そのデタラメを基礎として成り立っている現実社会の上で生きているのもまた事実ということで、今後何が起きてくるのかということを考え対策していくしかないと思うわけです。そこで今回はアメリカ覇権時代の終わりということが現実化してきた中で、ブリックスという連合が勢いを増してきており、それが私たちにどんな影響を及ぼしてくるかについて情報をシェアしていこうと思います。この動画では1、ブリックスとは、2、なぜこのような動きが出てきたのか、3、本音と建前の世界、4、私たち庶民はどのように対処していけばよいかという流れで話を進めていきたいと思います。この動画を作成している段階では広島において G7 サミットが開催されており、当初オンライン参加を表明していたウクライナのゼレンスキー大統領が急遽来日することが決まり、日本がますます戦争に巻き込まれていくのを感じています。これは議長国日本の岸田総理が歓迎している証拠であり、また現金という手土産を持たせることになるわけですから呆れます。これからは政治に無関心なまま平和に過ごせると思ったら大間違いです。知らぬが仏で普通に人生を全うすることは難しいと考えた方が良いでしょう。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、冒頭でもお話しした通り、これからの時代を生き抜くために最悪なのは思考停止状態と根拠のない楽観主義だと思っています。私はこうして動画を発信するにあたって、これから起きる可能性のあるリスクをピックアップしてどのようにしのげばいいのかを考え実行することを提案しているのですが、決して悲観論者ではありません。根底には、今世界中を支配しているろくでもない輩たちは消えていくという考えを持っています。そのように考える根拠はもちろんあるのですが、それらを話題にするとこのプラットフォームでは NG である可能性がかなり高いからできません。今は良くても来週はダメになるという世界なのです。実は先週お注射のことでテスト動画を作成しましてアップロードしたところ、瞬殺で削除され警告文がメールで届きました。チャンネル抹消に至るプロセスの説明がなされていました。とにかく現在のテレビ、新聞が報じていることから外れると NG というわけです。詳細は言えませんが、ズバリ瞬殺削除されたメッセージにはそのようにしか受け取れないことが書かれていました。話を戻しますと、ろくでもない輩たちが消えていく未来というのは間もなくだと思います。ただその過程には大混乱が起きます。それが戦争なのか、自然災害、金融危機なのか、それとも全てがほぼ同時に起きるのか分かりませんが、大きく世の中が変わる時というのは歴史上必ず多くの犠牲者と生き延びる人がいます。その大きな流れに抗うことは不可能ですから、そのための対策をしていこうというわけです。生き延びるということで考えた時に突き詰めれば食料備蓄をするということになると考えます。もちろんその中には生きていく上で必要な日用品の備蓄も含まれます。全く世の中から食料がなくなるということは、よほどの天変地異がなければないかもしれませんが、食料はあっても高くて買えない、品不足になってお金はあるが意味がなくなるということは当然普通に起きてきます。なんなら明日起きることもあると思います。そうなった時に経済的弱者にはしのぎようがないので、今この瞬間から食料備蓄について考えなければならないということを思っています。ということで本題に入りますが、今世界の大きな流れとしては、アメリカが凋落しているということを認識しなくてはならないと思います。一方で、アメリカにとって変わろうとしているのがロシアであり中国です。それが今明らかに表面化しているということです。そうなると世界大戦ということになるかもしれませんが、今回はその話ではなくて、アメリカ主導の世界に対抗しようとしてできたブリックスというものについてです。これはブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの頭文字を取って名付けられたものですが、
当事国がつけた名称ではなくて、ある経済学者が2000年の初めに書いたレポートにおいて、経済発展が著しい国の総称として言っていただけのもので、同盟や連合ではありません。詳細は今回の本筋ではありませんので割愛します。ところが今現在のブリックスは同盟国という様相を呈してきており、アメリカとの対立をはっきりさせてきました。その背景には、アメリカの自分さえ良ければいいというやり方に嫌気がさしてきた国々がこのブリックスという名のもとにどんどん集まってきているという状況になってきたというわけです。そのきっかけというか、踏み絵になったのはロシアに対する制裁だと思います。アメリカ主導でロシアに対する制裁を呼びかけた結果、反対した国々は、ブラジル、インド、中国、メキシコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ベネズエラ、トルコ、エジプト、イラン、ドイツ、ハンガリー、セルビア、アルゼンチン、ボリビア、エルサルバドル、ウルグアイ、フランスということで、他にも態度を曖昧にした国もあるでしょうが、はっきりと表明した国をざっと見ただけでもロシア制裁に賛成した国よりも数が多いのです。ではロシア制裁に加わっている国は、アメリカ、欧州連合、スイス、イギリス、カナダ、チェコ共和国、オーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国、台湾です。この事実を見てどのように感じましたでしょうか。そして私が恐ろしいと感じたのは、ブリックス側の国々の人口と食料生産力とエネルギー生産力です。ざっと見てみると、ブラジル、人口2億1000万人、トウモロコシ生産量世界第3位、原油産出量世界第8位、インド、人口13億8000万人、小麦生産量世界第2位、トウモロコシ生産量世界第7位、中国、人口14億2000万人、小麦生産量世界第1位、トウモロコシ生産量世界第2位、ロシア、人口1億4000万人、小麦生産量世界第3位、トウモロコシ生産量世界第10位、原油産出量世界第3位、メキシコ、人口1億2000万人、トウモロコシ生産量世界第8位、サウジアラビア、人口3400万人、原油産出量世界第2位、アラブ首長国連邦、人口1000万人、原油産出量世界第7位、アルゼンチン、人口4500万人、小麦生産量世界第10位、トウモロコシ生産量世界第4位などとなっています。他にも鉱物資源などを切り口に見たらさらに驚くことになるのではないでしょうか。ご覧の情報でわかることは、ブリックスだけで自給自足ができるということです。もちろんそのためには多くの問題と障壁はあるのですが、注目すべきはアメリカに対してずっと腹に一物を抱えながら付き合ってはきましたが、もう我慢ならんという動きになってきたということです。そして日本はご存知の通りアメリカのポチになっていますから、アメリカの凋落によって日本も巻き込まれるというリスクがかなり大きくなります。ただ情報では日本も経済圏としてのブリックスにこっそりと加盟しているという話も聞きますが、裏が取れません。しかし私たちにはわからないところで、日本の将来のために暗躍している者がいることは間違いなさそうです。ただこの対立は何事もなく済むとは考えられず、私たち庶民は備えなければならないということです。今回は触れませんが、アメリカの財務状況はいよいよ末期症状から五輪中ということになりそうですから、それらの可能性に対しても備える必要があります。もしブリックスがアメリカ、EU 諸国への逆経済制裁をしたらどうなると思いますでしょうか。ご存知の通り、日本はありとあらゆるものに対して輸入大国です。まさに兵糧攻めに遭うことになるでしょう。そうなったら同盟国と言っているアメリカが手を差し伸べてくれると思いますでしょうか。大丈夫とお考えの方は相当能天気だと思います。これらのことはアメリカが過去に何をしてきたかという歴史の真実を知らないとただの心配性だと言われるかもしれないのですが、知らない顔する可能性はあります。ただそれをやったら他の同盟国もアメリカに対する不信感が爆発するでしょうから、最悪のことはないかもしれませんが、とんでもない価格で食料を売ってくるでしょう。事実、旧型兵器を驚く価格で売りつけてくるわけですからありえます。ところでウトロの紛争がなぜこんなに長引いているのか考えたことはありますでしょうか。当初数日で終わるとロシア側は予想していたということは報道で言われていることですが、もちろんその理由はいろいろあるとは思います。その一つとして、この紛争を長引かせることでロシアと中国が大儲けしているという話もあります。世界有数の肥料生産国であるロシアから直接購入できない国が中国を通して購入しているというわけです。
表に出てはいませんが、ロシア産の原油もアメリカに流れていたという話もありますし、 EU も似た構図で表向きは経済制裁がなされている体で、実はそれによってグローバリストたちや彼らと利益共同体を作っている輩たちが空前の利益を手にしているというわけです。私たち庶民が良いカモになっているというわけです。それが事実なら、というか事実なんでしょうが、本当に腹が立ちますよね。これが現実起きているというわけです。庶民はいつも煮え湯を飲まされているし、それだけではなく大切な家族を失うという目に遭っているわけです。難しい経済用語や金融用語など知らなくても歴史の事実を知れば、今起きていることはただ歴史の繰り返しをしているだけということが理解できます。所詮人間がやっていることは、自分の利益を最大限にすることのための争いだし画策です。知れば知るほど何とも言えない感情に襲われますが、そのエネルギーを何としても生き延びるということに向けてみることをお勧めいたします。いかがだったでしょうか。今回の情報で感じたことがありましたら、ぜひコメント欄にてシェアしてください。毎回必ず視聴者の皆さんからのコメントは読ませていただいておりますが、大変ありがたく思っています。ありがとうございます。今の世の中というよりは、人類が始まったところから嘘だらけだということに気がつくことによって、人間は本来何をしなければならないかという思いに行き着きますし、またはこのようなデタラメな世界になるというのも想定内のことで、それらに直面した時に自分は何を考え、どんな行動をしていくのかということを試されているのかとも考えたりもします。真実はどこにあるのか分かりませんが、それでもややこしいこと抜きでこれから直面しそうな試練に対応できるよう準備を進めていくことが賢明だと思います。必ず大峠が訪れることになりますが、知恵と気合で乗り切って生き延びましょう。また動画作成によって情報発信をさせていただきます。長いお時間お付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。